皆さんこんにちは。今回はここ宮古島を舞台に2泊3日を予算$500で旅しております。今回の旅は海がテーマということで、初日からウミガメを見つけにシュノーケリングをしたり、サンセットサップの様子を初めてドローンの映像でもお届けしました。この動画は2日目以降の内容となっておりますので、まだ1日目の動画を見られていない方は先にそちらを見てからこちらをご覧ください。ということで2日目のこの日は船で移動をしてダイビングをしていくので、早速水中の中の映像をお届けしていきます。初日のシュノーケリングの時も言ったんですが、沖に出てもプールと同じくらい透明度が非常に高いので、サンゴや魚をしっかりと見ることができます。この日はダイビングなので、シュノーケリングよりもより間近に見て楽しめるので、魚に逃げられないようにゆっくりと近づいて撮影していこうと思います。ここ宮古島は沖縄県の離島になるんですが、他に離島といえば石垣島や沖縄本島から船で行ける慶良間諸島なんかが有名です。動画にはしていませんが、石垣島も慶良間諸島も過去に遊びに行ったことがあります。どこも海は確かに綺麗ですが、やはり離島の方が透明度が高く綺麗です。宮古島と石垣島は那覇空港から飛行機で40分から1時間くらいかかるので、その分時間とお金はかかりますが、沖縄本島よりも綺麗な海を楽しむことができます。慶良間諸島は沖縄本島から船で行けるので、以前沖縄 Vlog で紹介した国際通りやアメリカンビレッジ等も一緒に楽しみたい方は手軽に行けますし、海も綺麗だったのでおすすめです。一言で沖縄旅行といっても行く場所によって楽しみ方が全然違うと思うので、人それぞれにはなりますが、個人的にはここ宮古島が一番好きでした。沖縄旅行に行きたいけど行ったことがないし、どこに行こうか迷うなっていう方はぜひ一度宮古島に遊びに行かれてみてください。きっとお気に入りになること間違いなしです。ということで、先ほどからダイビングの様子をお届けしておりますが、めちゃくちゃ綺麗でしょ。この日は残念ながらウミガメを見つかることはできませんでしたが、魚の群れは見つけてすぐ近くから見ることができました。ダイビングは何度か経験があったので怖さもなく楽しむことができました。初めての方は少し怖いかもしれませんが、慣れると平気なので、焦らずに落ち着いて呼吸をするのが一番のコツだと思います。今回の体験ダイビングは朝8時からお昼の3時までで1人15,000円でした。昼食は弁当を用意してくださっているので、船の上でみんなで楽しく食べました。ダイビングやシュノーケリングをして非常に楽しかったんですが、飲み物を少ししか持って行ってなかったので、途中から一緒に行っていた幼なじみと飲み物の取り合いになって、僕たち2人だけ水上でサバイバルしてるみたいでした。皆さんはこういったことがないように、十分な水分補給ができるようにたくさん飲み物を持っていくようにしましょう。ダイビングをちょうど終えた時に沖縄特有のスコールが襲いかかってきました。この時は結構強い雨が降りましたね。沖縄ではスコールはよくあることなので、今回の旅行中も何度かスコールに遭いました。ただずっと雨が降るわけではないですし、雲の動きを見るとそろそろ雨が降るなというのがわかるので、ちょっと面白いですね。ダイビングを終えたということで、これから港へ帰り、そこから一回ホテルへ戻って少し仮眠を取ってから2日目の夜を迎えたいなというふうに思います。2日目の夜ということで、初日にも言っていたように島唄ライブを聴きながら宮古島の雰囲気を楽しむことができる赤ガーラという居酒屋へやってきました。こちらのお店では沖縄料理をいただけるのはもちろん、三味線を使った生歌ライブを聴くことができます。歌もリクエストした曲を歌ってくれますし、もちろん店内は初めて会う人ばかりなのに、みんなと一体となって盛り上がって楽しむことができます。料理も非常に美味しくて、僕は沖縄県といえば先ほどの海ぶどうが大好きです。プチプチした食感と塩気がたまりません。沖縄のビールといえばオリオンビールですが、海ぶどうとオリオンビール
もうこれさえあればもう完璧なので、海ぶどうを食べたことがない方はぜひ食べてみてください。実際に島唄ライブの映像を流しているということで、ここからは僕の方が歌を歌っていこうかなと思っていましたが、ちょっと今聞いてもらったら分かるように、実はこれ別日にここから収録しているんですが、風邪をひいてしまって鼻声です。なので実際に歌は歌いませんが、2日目の使った金額をですね、ここで一度おさらいしておきたいと思います。まず朝から行ったダイビングなんですが、こちらが昼食込みの値段となっておりましたので、1人1万5000円。そして今赤ガーラという居酒屋でご飯やこうして島唄ライブを楽しんでいますが、こちらが1人9800円でした。なので合計が2万4800円ということで、残金の方があと1日あるんですが7350円となります。7350円であと1日を過ごすということで、意外とこれ厳しいんじゃないかなと思うんですが、その3日目の様子もですね、この後お届けしますので、どうなったか楽しみにしておいてください。宮古島旅行最終日ということで、この日はビーチで泳いだりバナナボートなどのマリンスポーツを楽しんでいこうと思います。いくつか行きたいビーチがあったんですが、今回は与那覇前浜ビーチへ行きます。宮古島でも何か所かビーチがありますが、これから向かう与那覇前浜ビーチには海の家があり、そちらがかなり充実したラインナップとなっております。シャワーも駐車場も完備されているので、最終日にはもってこいの場所かなと思い、今回はこちらのビーチに行くことにしました。とにかくいろいろと揃っているので、宮古島のビーチでどこに行くか迷ったらここに行ったら間違いないです。個人的には下地島の17エンドという場所があるんですが、ここの海の綺麗さが一番好きです。ただこちらでは干潮時にしか泳ぐことができませんし、シャワーがないので、それでも大丈夫な方はぜひ一度行かれてみてください。与那覇前浜ビーチへと到着しました。ここからの距離ではまだそこまで海が綺麗だなっていうのは伝わらないと思うので、海の方は後ほどゆっくりとお届けしていきます。ビーチへとやってきて泳ぎたい気持ちもあるんですが、まずはお腹が空いていたので、こちらの海の家で早めのお昼ご飯を食べることにします。こちらのお店なんですが、海の家といってもですね、店内ではおしゃれで可愛らしいタオルや水着なども売っていたので、もし泳ぎに行くのに水着を忘れる、こんなことは多分僕ぐらいしかないと思うんですけれども、そういった方はこちらで買えますし、本当にタオル T シャツなんか今映っておりますけれども、結構可愛い商品がいっぱいあったので、お土産に買って帰るのもいいかもしれません。でこちらのお店で僕はお昼ご飯にタコライスを注文しました。これがめちゃくちゃ美味しくて、綺麗な海を見ながら、そして店内の雰囲気も最高で、もう言うことなしでした。ぜひですね、皆さんも与那覇前浜ビーチへ来たら、お昼ご飯でこちらのタコライスぜひ食べてみてください。美味しい昼食もいただきまして、早速ビーチで泳いでいこうと思います。今遠くからなんですけど、もうすでに綺麗なのが伝わるんじゃないかなと思います。近づいてもですね、もうまたこれが透明度がすごいんですよね。本当にめちゃくちゃ綺麗で、正直ビーチでこのレベルを楽しめるのはやっぱり宮古島ならではなんじゃないかなと思いました。海好きの方には本当にたまらない場所となっておりますが、もし海が嫌いな人いましたら、ぜひ一度ですね、こんなに綺麗なビーチに行ったら好きになること間違いなしなので行ってみてください。ここ与那覇前浜ビーチのもう一ついいところがありまして、今マリンスポーツのバナナボートをですね楽しんでいるところなんですが、こちら予約しておりません。ダイビングですとかシュノーケリングといったものはですね、基本的に予約をしてないとできないケースが多いんですが、こうしてバナナボートや、他のマリンスポーツをここ与那覇前浜ビーチでは予約なしでその場でお金を払うことで体験することができるので、予約をするのがめんどくさい人なんかにとってはかなりおすすめの場所となっております。与那覇前浜ビーチで海水浴やマリンスポーツを楽しんでいましたが、ちょっと大きめのスコールが来たということで、予定よりも早めにビーチを上がることにしました。で少し早めにビーチを上がったということで時間がちょっとできたので、これ旅の締めにですね温泉に行こうと
いうことで今温泉へと向かっております。シギラ黄金温泉という場所へ向かっておりますが、こちらは日本最南端最西端の日帰り天然温泉となっております。時間が余ったとは言っても飛行機の時間までそこまで時間があるわけではありませんが、温泉好きとしてはやはり気になるということで、宮古島旅行最後の時間は温泉でゆっくり過ごしたいと思います。ちなみにこちらリゾート地となっており、めちゃくちゃ広いんですが、プールを楽しんだり宿泊することも可能となっております。いつかここにも泊まってみたいですね。本当に広いので少し迷いましたが、無事にこちらのシギラ黄金温泉へと到着しました。今からですね、ゆっくりと温泉を楽しんでいきたいと思います。ちなみにこの温泉の中もですね、かなり広いので、僕はですね温泉に行くまでに少し迷いましたが、皆さんはこちらの地図をしっかりと見てですね、間違えて、僕こう外に出たんですが、これ先はですねプールとなっておりますので、そういったことがないように気をつけてください。ちなみに迷ったついでに少しプールの方も撮影したんですが、雰囲気めちゃくちゃ良かったので、次回来る時にはこちらでもゆっくり過ごしてみたいなと思いました。温泉もめちゃくちゃ気持ちよくて本当に最高でした。宮古島旅行最終日ということで、最後には大好きな温泉にも入れて本当に充実した3日目となりましたが、予算の方がちょっと超えたんじゃないかなと思いますので、早速見ていきましょう。空港に着いて少し小腹が空いたので、こちらの宮古そばを最後にいただきました。3日目に使った金額の詳細は画面右側に載せておきますので、気になる方はこちらをご覧ください。今回の宮古島旅行初めての500ドルということで、かなり贅沢をさせてもらったんですが、果たして予算の500ドル7万4000円は足りたのでしょうか。3日間の合計金額はこちらとなります。1人150円、1ドル余ったということで、予算ギリギリではありますが無事達成することができました。初めての予算500ドルの旅でしたが、いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた来週。